芸能人の人たち、みんな悪魔に魂売ったんでしょ？魂の売った分のその回収悪魔の回収ががね。今起きてんじゃないのっていう。運勢上で言った俳優さんはもう終わるかな。あんまり良くないかもしれない。けど彼はもしかしたら本当の自分の人生見つけたかもしれない。お父さん、はい。今、篠田麻里子さんが結構ドラマ出演とかでちょっと話題になってて、過去にこう不祥事を起こしたタレントさんたちがこう復活をちょっと頑張ろうとしてるのかなっていう。お父さんが覚えてるだけで言うと、渡部健君、はい、それから東出正宏さん、正宏さん、と沢尻エリカさんとか、沢尻さんはね、それがなんかキャラみたいになっちゃったので。復活があるかってこと？あるかどうか。でも、今言った4名の中で言うと、渡部健君はもう YouTube で戻ってるよね。あ、そうなんですか。僕はちょっと業界の人も知ってるじゃないですか。小耳に挟んだんですけど、まあまあ稼いでるよっていう噂を聞き、もう大丈夫じゃないの？テレビの方では復活テレビはやっぱりコンプライアンスがあって、やはりスポンサーありき、テレビ型のスポンサーありきなので、難しいのかなっていう感じしますけど、YouTube の方ではまあ、それなりに僕もちらっとは見ましたけど、元気でしたよ。よかったですね。明るくて。篠田さんは？篠田さんね。もともと不倫疑惑っていうことで話題になって、その後に不倫妻役をやってて話題になって。テレビが良くないじゃん。あえて当ててきた。重ねたんだ。そうですね。いやいや、そんなひどいことするんだ。でもそれやっちゃうんだね。側もね。受ける側も、えぐいなあれなのかな？そういうこと。ちょっとえぐいなそれは。でも結構激しめの不倫の役みたいな、私はちょっと見たことないんですけど。今ね、日本のね、いわゆる統計が、シンクタンクでやってる統計、いろんな統計取るでしょ？その中で、不倫経験者が4割って言われてる。男性がね。そういうふうに考えていくと、まあまあ、そもそも不倫とは何か、結婚生活とは何かなんていうところの論議になりますが、僕は今回のこの篠田さんの問題って、テレビのその番組受けたから良くないんじゃないの？ドラマを。まあ、でもそこを分かっててやってたら炎上っぽくない？テレビの方で当然そういうなイメージがついてるから、出れば見るでしょ、っていうところもあるし、受けてる側も逆に乗っかっちゃえっていうところは、まあ AKB 出身の方って多いよね。そうしないと AKB にいる間はいいんだけど、やっぱり抜けちゃうと、ソロになってキャラが弱くなっちゃうんでっていうところも一個あるから、ちょっと同情はないかな、俺は。それは。まあ元気にやっていくでしょ。そこからこう復活していくっていうのはある。ありますあります。全然運勢いいので、彼女。心配ないし、分かってやってることじゃないかなっていう気はしますね。なんかもう割り切っているんだ。心配なのはやっぱ東出さんかな。運勢上で見るとね、ちょっとあんまり来年良くない感じなんで。今年はまだ。今年も来年もちょっとあんまり良くないから、ちょっと心配かなっていう気はしますけど、どんな人なの？なんかさっき言ってたよね。なんか私も YouTube でしか拝見してませんけれども、人里離れた、山の方で暮らしたりとかしてるらしくて。多分30年前とかね、40年前の芸能界では許されないことだったと思います。責任ある俳優さんがね、何やってんだと。職場を放棄してた。新しいやっぱり形ですよね、それは。それがいわゆるドキュメンタリーチックっていうか、まあ本人は演出なしで本当にやってると思うんです。嫌で、人里離れたところに行って、だけどそこで、まあ自分が感じるものがあって住み始めた。で、そこで、仲間もいるの？そう、いろんなご縁で、土地とかを無料で提供していただいて、そこで、そう、狩猟免許とかもちゃんと取って、いいじゃないですか。そう。生きてるものへの感謝とか、そういうところも伝えているので、なんかすごく、なんか。俳優さんなの？もともと。もともと俳優ですよね。運勢上で言った俳優さんはもう終わるかな。あんまり良くないかもしれない。けど彼はもしかしたら本当の自分の人生見つけたかもしれない。そんな感じで逆にすごくいい顔してたなっていう印象ですね、私は。逆に俳優さんとしての自分は、まあ運勢上から言うと厳しいけど、新しいなんていうのかな、大衆との付き合い方とか、人気者の生き方みたいな、やり方としてもいいし、あとはやっぱり世の中生きてて、たくさんの中にいると生きづらいという人もいるじゃないですか。そうですね。そういう人たちが
あえてそういうね、人がいないところに行って。閉鎖されたところに、でもそういうところで生き方がありますよっていう、別に都会じゃなくても生きていけますよ。逆に、文明の力をね、そこまで借りなくてもできますよっていう見本になってったらいいんじゃない？だってYouTube で流れてたの？そうです。なんかおっしゃってましたもん。ここのやっぱり村の方々は自分のことをそういう芸能人とか俳優とかそういう目で見る人は一人もいないから。YouTube のあれは再生数は高かった？280万再生ぐらい。それ世の中がものすごく注目してるってことじゃないですか。注目してる感じですよね。それ逆に拍手ですね。悪い出来事を自分の中で意図せず良くしたっていうパターンですね。そうです。これよくね、運勢のいい悪いっていうのがあってね、その中で、自分がやってるものから違うものに変わった時に悪くなったっていう言い方をする時もありますが、ただ逆に言うと今までの自分の人生と変えた生き方をすることによって良くなるという人もいるので、それはいい方法ですね。あとはやはりこの動画を見てる人たちが気になるのは、じゃあこういう芸能人の人たちで篠田さんもそう、東出さんもそう、あとは渡部さんと、沢地エリカさんも含めて、みんな悪魔に魂売ったんでしょっていうところからね、それ魂の売った分のその回収が今起きてんじゃないのっていう話だと思うんですよ。で、よくそもそもそれが、悪魔は何を引き換えに魂を売るとか買うとかっていう話になってるかってことがみんな分かってないんですけども、こういうことなの。実は、例えば運勢良くするじゃないですか。上がっていくときみんなが注目するでしょ。その瞬間に、わ、すごい、この人すごい人気者だ、羨ましいなーからドカンと落ちるじゃないですか。落ちた瞬間に見た人たちがみんな不安になるでしょ。恐怖感が起きるじゃん。次自分があなたはどうしようとか、いや、あんなに成功しても嫌なことが起きるんだっていうような印象が起きますよね。これを悪魔は狙ってるんです。そういうふうにして不安をいっぱい倍増させることによって自分たちの生きやすいところを作りたい。だから逆に言うとそれは不安なところを最初から置いててもここに行く人がいないので、行かないで、地獄に行きたいって人いないから近づかない。けどもうまくいってるところの方でそういう事故を起こして本人自身が成功してる人間を落とすことによって不安を煽って、ほら、どこでもみんな不安があるんだよ、怖いんだよっていう状況を作るためにやってるのは悪魔の仕業なんです。なるほど。それが悪魔はしたいわけ。そのことによって悪魔は何の利益があるかっていうと、自分の居場所を作れるでしょ。自分のいわゆる魔界を作っていけるんで。だからどんどん一時的に成功させるけど、成功したことによって次を落として世の中を不安にさせるっていうところの、必ず代償は払って、あれを作ってるんですよね。ただ、悪魔に魂を売ったからといって、ずいぶん前にも言いましたけど、ポール・マッカートニーは逆に悪魔を利用しているし、東出君の場合も今回は悪魔が意図しないところで、本人はいっぱい叩かれたかもしれないけど、いろんなテレビとかね。そうですね。パパラッチもすごかったと思いますが、逆に言うと、そこをうまく利用じゃないけど、自分のやり方でたまたま田舎に行って自分の生きる場所に使ったっていう面で言うと、まあ助かったパターンね。そうですよね。でもこれ逆に渡部さんもね、見習って、そういう方向に行くのいいよね。でもあの方もね、すごい饒舌だからね、やっぱりなんかそういう意味では。下世話なことしちゃいましたけどね。下世話なのが人間なんでね。まあそういうところは逆に渡部君もそういうふうにしていただいて、逆に女子の方は強いからね。そうね。やっぱりそこでね。女子の方はやはり全然そのスキャンダルをね、形にしようとする。やっぱ大先輩松田聖子さんという人がいますから。叩かれないじゃない、彼女もね。そういう意味ではね。やっぱり性別の違いはあるかもしれないですね。もうこうやって考えていくと、まあ人気者になっていく力っていうのは確かにそういう悪魔の力もあるかもしれないけどもね。逆にそういうふうに今の時代ってもう風だから、集団じゃないから、たくさんの人から人気を得ようっていう時代じゃなくなってきた分だけ、こう少しグレーになってきたかもね。そうか、悪魔の回収に。悪魔の回収もグレーになってきたのかなって気はしますよね。さらなるその東出君をね、僕じゃあ興味を持って、今日僕 YouTube 見てみますけども、ぜひぜひ、新しいメッセンジャーとしてね、なんか応援してあげたいですよね。